こんにちは。11月になって寒くなってきましたね。ついこの間まで台風で大変だったのに、季節の移り変わりは早いものです。うぷ主は寒くなると寝つきが悪くなります。足が冷えていて寝つけないことが多いです。ということで、足あったかグッズの湯たんぽでも買おうかなと思っていたんですが、ただの湯たんぽを買っても面白くないということで、PC の排熱を利用する湯たんぽを自作したんで紹介します。普通の湯たんぽは、給湯器などで温めたお湯を、容器に入れて暖房器具として使うものなんですが、今回は、PC の排熱で湯たんぽの水を温めることにしました。イメージとしては、水冷 PC のラジエータの代わりですね。早速、Amazon で使えそうなものを探してみました。水冷 PC のラジエータの代わりとしたいので、水冷のホースが取り付けられる必要があります。ホースは入り口と出口、できればエア抜き用の3本が接続できる形状を探してみました。購入したのはこちら。ピンク色の可愛いやつです。蓋の材質がポリカーボネートなので、工作できそうなのと、商品説明の図から、開口部の直径が 50mm ぐらいありそうなのが、購入の決め手になりました。残念ながら、商品開封時の動画が迷子になってしまいました。そんなわけで、いきなりの登場となりましたが、開封済み、中を軽く洗浄後の状態からとなります。本体の材質がシリコンなので、表面の触り心地がいいです。開口部の直径は 40mm なので、推測より小さかったですね。こちらもいきなりの登場となりましたが、蓋です。右手に持っているのは、タケノコと言われる部品で、水道工事なんかに使われるやつですね。今回はこのタケノコでホースを接続することにしました。3つの穴はこの位置に開けることにしました。ドリルを使用するので、1決めのくぼみをつけていきます。ドリルで穴を開けていきます。使用しているドライバーは、ボッシュの充電式で、今回のために新調しました。8963円、破産寸前。穴を垂直に開けるために、1mm のドリルで、慎重に作業しています。タケノコは8分の1インチのペーパーネジなので、下穴は 8mm まで開けることにしました。長いのでカット。出来上がりはこんな感じ。うまくできました、と言いたいところですが、実はミスってます。8mm の下穴を3つ開ける予定だったんですが、両つべ見ながらやっていたら、1箇所 9mm の穴が開いていました。タップでネジは切れると思いますが、おもらしが心配です。というか、おもらししました。タップを立ててる動画も迷子になってしまったので、次は簡易水冷の加工になります。この簡易水冷は、旧メイン PC で5年ほど使ったので、冷却水がだいぶ減っていて、チャプチャプ音がしました。今回使うのはポンプ側なので、ラジエータの根元でホースをちょん切ります。切れないカッターナイフを使っているので、危険な香りがプンプンしますね。
良い子のみんなは真似しないでください。5年使った冷却水の色に興味がありましたが、意外と普通の色でした。ホースの切り口は、ビニールテープで整えておきました。PC ケースに組み付けていきます。CPU とマザーボードは、旧メイン PC のもので、前回の動画で、焼肉に使用したものです。あれだけあっちっちにしても、壊れませんでした。CPU って丈夫ですね。ケースも、旧メイン PC のもので、シルバーストーンの SSD-SG5B というやつです。ミニ ITX 用のケースで、ギリギリ簡易水冷が取り付けられる大きさです。このケースは、ビデオカードを取り付けるスロットの上部に、ホースを通すのにちょうど良い穴が開いています。こんな感じでホースをケースから出しました。配線作業は長いのでカット。湯たんぽにつなぐホースを接続していきます。青いのはニップルという部品で、シリコンホースとの接続に使用しました。ホースの固定には板クリップを使用します。蓋側のタケノコとホースを接続します。PC と湯たんぽの設置に余裕を持たせるため、シリコンホースの長さは約2メートルとしました。冷却水を入れていきます。動作確認なので、バッテリー補充液を使いました。残念なことに、スイッチオンの動画も迷子です。だいたいエアが抜けたところです。動画が迷子ですが、エア抜きにとても苦労しました。はじめは、ポンプが全く吸い込んでくれなかったので、湯たんぽを持ち上げたり、逆さにしたりして、どうにかこうにか、エアが抜けました。水冷用の冷却水に交換します。購入したのはサーマルテイクの T1000。オレンジ色のやつです。2869円もするので、ちょっと高いのですが、色付きにしたかったので購入しました。蓋を閉めて逆さにすれば、大きなエアは抜けてくれます。ベッドの所定の位置に湯たんぽを設置しました。お漏らし対策のために、バスタオルを引いています。スイッチオン。ホースの色の変化で、流れているのがわかります。オレンジ色が鮮やかで、いい感じですね。流速は、思っていたより遅いですね。ホースが長いため、感度抵抗が大きいのかもしれません。水冷専用の冷却水は、粘度がサラサラ、と書いてあったので、お漏らしが心配でしたが、この時点では、お漏らしはありませんでした。温度がどのくらいになるのか確認してみました。CPU の負荷をかけずに30分ほど放置してみましたが、CPU の温度は54度、冷却水の温度は31度までしか上がりませんでした。湯たんぽを触った感じも、あったかいかもぐらいなので、物足りない感じです。CPU に負荷をかけて、1時間ほど放置してみました。CPU の温度は103度、冷却水の温度は42度なので、十分あったかいです。冷却水の温度が、お風呂と同じなので、足湯に使ってるみたいですね。
ここまでは、うまくできたと思っていたのですが、結果的にこうなりました。ショックで、ウプ主の動画制作意欲がなくなったので、今回はここまでとします。ご視聴、ありがとうございました。